第二次世界大戦が始まると、パラオは重要な拠点となり、フィリピンでの戦況の悪化に伴い、連合軍の攻撃対象となった。2年後、大型外交客船の船長になるはずだった和夫のもとにも、ついに召集令状が届いた。毎日が夢のように楽しかった組たちの生活は一変した。一点の曇りもなかった青々とした空には、B29が飛び交い、雨あられのごとく、砲弾が降り注いだ。水平線をオレンジ色に染める自慢の夕日は、爆撃の被害で灰色に染まっていた。日を追うごとに激しくなる戦況は、さらに生々しい現実を突きつけてきた。翌朝、激しい爆音とともに目覚めた久美は、おぞましい現実を目にした。砲弾の一つが林家に命中し、一家は一瞬にしてバラバラになった。ちぎれた手足はそこかしこに飛び散り、血生臭い匂いが周辺に立ち込めた。しばらくして一人生き残った母親が家族の手足を一つ一つ拾い集めている。久美は言葉を失い、その地獄絵図を目の前に呆然と立ち尽くした。久美、何しよるの？みゆきは慌てて久美の体を引き寄せた。おまんらもはよを用意しなさい。もうこの場所は危ないきん、ジャングルに逃げるで。今日の母はまるで別人のようだ。殺気に満ちた気迫さえ伝わってくる。そばにいた恵美は震えながら母の顔を覗き込んだ。千恵はすぐに必要なものをかき集め、正しは恵美の手を取った。夫を兵に取られ、今にも落ちてきそうな爆撃から子供たちを守らなければならない今のみゆきに、隣人を気遣う余裕などあるはずもない。すぐさま深いジャングルの奥地へと逃げ込んだ。みゆきに手を引かれた久美は地面を睨みつけ、うつむいたまま歩き出した。もう鶏と追っかけっこもできない。声にも餌をやれない。バナナもパイナップルもマンゴーも。みんな。久美はその小さな体で受け止められない現実を必死に噛みしめながらひたすら歩き続けた。千恵は何も語らず、ただ黙々と母の後ろを歩いている。それからは不眠不休で降り注ぐ爆弾をかいくぐる日々が続いた。夜が来ても一瞬たりとも気を抜くことができない。上空を一機の戦闘機がかすめた。おまんら、小さくかがむんじょ。みゆきは我が身を顧みず、子供たちの頭にバナナの葉をかぶせていった。ようやく難を逃れると、我が子に目をやった。皆痩せ細り、目だけがぎょろりとしている。このままでは殺される前に餓死してしまう。みゆきは危険を冒し、食料を探しに出た。しかし、焼夷弾の集中放火から免れた場所は、すでに雑草の端まで食べ尽くされ、ジャングルは枯れ山のようになっていた。それでもわずかな食料を調達すると、火を起こして食べやすいように塩水で調理した。久美、まずいけんど、食べんと死ぬんじょ。みゆきは箸代わりの小枝を久美の口に押し当てた。
そうじゃ、エミも食べとうけん。国も頑張ってちっとでも食べんか。ただしがそう言ってエミを見ると、あまりのまずさから、しわがれた老人のような顔をしている。それを見たクミが笑い出した。知恵もただしも笑いが止まらない。頭伏せろ。ただしは慌てて火を消した。のろしになる前に食事を済ませないと、すぐに居場所を見つけられてしまう。一瞬の安らぎは途端に緊張へと変わった。わずかな海水も底をついた。海に出ていけばすぐに敵機に見つかる。飲み水を確保することは命がけの作業で、水際までたどり着けるかどうかは運次第だ。浜辺には砲弾でバラバラに散った数知れない遺体が転がっている。母さん、危ないけんいかんで。知恵がみゆきの袖を掴んで離さない。わしが行くけん。みゆきはそう言って立ち上がろうとするただしの手を即座に掴んだ。ただしはここで、クミらと待っとって。母さんがおらんようなっても、知恵がおるき。ほなけんど、今は、じいやらも田舎に帰ったけん。男衆はおまんだけじゃ。母さんになんかあったら、皆を守るんじょ。ただしは涙をこらえ、黙ってうなずいた。みゆきは母を案じなきじゃくる知恵の手をほどき、命がけで海水を汲みに出ていった。爆撃音が鳴るたびにヒヤリとした。母は無事なのか、本当に帰ってくるのか。一睡もできず、ひたすら母の帰りを待った。明け方、みゆきは戻ってきた。砲弾の雨をかいくぐりながら、持ち帰った海水は随分と少なくなっていた。これで少しの間、命をつなぐことができる。しかし、問題はそれだけではない。ジャングルに逃げ込んだ多くの人々が、次々とマラリアに感染していった。行く先々に遺体が転がり、足元では幼子が息絶え台になっている。明日は我が身。この先どこまで無事でいられるのか。この数週間、みゆきは一睡もしていない。恐怖を背に、緊張し続ける精神と体力は、すでに限界を超えている。そんなみゆきを支えていたのは、たった一つの決意だった。こんなところで、子供たちを死なせてなるものか。この身に変えても、我が子を守り抜く。いつになく凛とした母の横顔を眺め、久美は眠りについた。